もかつ時間の記録 Vlog。今回は SD ガンプラ、SD ガンダム BB 戦士ナンバー37、ガンダム NT1 のキット、水性アクリル塗料を使ってシールで色分け対応をしていたところを中心にリペイントしました。NT1 標準形態からショバムアーマー形態まで。キットは素組みの状態からミスタースーパークリア艶消しで塗装の下地を作っておきます。塗装の様子をダイジェストにまとめました。塗料はホビー用水性アクリルのシタデルカラーとパレホー併用です。筆塗りで色付けをしていきました。色の境目や細部は面相筆で、広い面積は模型用のブラシなどで着色をしました。さらに細部は極細筆を使用しました。カラーごとに見ていきます。まずはライトフレッシュ、パレホのモデルカラーの塗料。色分けする箇所の下地塗装になります。白に近いライトなフレッシュカラー。顔料を多く含み、隠蔽力が強くて使い勝手が良いので、何かとよく使っています。水で溶いて薄く色をのせていきます。この一手間が後の色分けを効率よくしてくれます。頭部、胴体、腕部、脚部、チョバムアーマーの一部。白系カラーのパーツに色分けするときにも、このカラーが入って質感がマットになっておいた方が塗装はしやすいので、漏れなく塗っておきます。こちらが今回の色塗りで使用した塗料。塗装にかかった時間は約50分でした。パレホはスペインが発祥の水性アクリル塗料で、世界最高級と言われます。安全で嫌な匂いなし、乾燥が早くて塗膜も比較的丈夫、調色も自由自在で、ゲームカラーやモデルカラーといった原液のまま筆塗りができるカラーを多用しています。下地が完全乾燥の後、黒です。ゲームカラーのブラック、水で溶いて薄めて、フェイス、頭部、胴体、チョバムアーマーのパーツに、いわゆる墨入れはこのカラーで行いました。ここでグレーです。モデルカラーのダークグレーを使いました。濃いグレーのカラー、腕部、バックパックなどに塗りました。筆ムラを避けるため、シタデルカラーのテクニカル、ラーミアンメディウムという溶剤塗料も使って、水で薄めながらペイントをしました。シタデルカラーはイギリス生まれの水性アクリル塗料で、ミニチュアホビー用のカラー。モデルカラーはパレホの筆塗りのスタンダードです。色数も多彩で、様々なジャンルの模型、フィギュア、プラモデルの塗装などに応用できます。無臭、速乾、色ムラができず均一に塗れる、マットな表面仕上がりなどが大きな特徴です。黄色です。ゲームカラーのゴールドイエローです。隠蔽力にはいつも課題のある黄色ですが、この塗料は優秀です。少しオレンジに寄せたイエロー、ボディとバックパックのパーツに、スポットで入れた緑、パレホのモデルカラー、ライトグリーンです。頭部に使いました。赤です。フェイス、胴体、チョバムアーマーなどに、パレホのゲームカラー、ブラッディレッドを使いました。粘性の高い、使いやすい赤の塗料です。頭部のアンテナパーツに青です。シタデルカラーのベース、マクラーグブルーを使いました。ここで白を重ね塗り、パレホモデルカラーのホワイトグレー、少しグレーっぽさもある白カラー、隠蔽力は十分に強いので、先に塗った下地も効いてスイスイ色は乗りました。ボディパーツと脚部に、パレホ塗料に多い顔料とは水、アルコールに溶けず、着色する物体とも混じらず、不透明な塗料、インクの原料とされる材料です。塗装後は水性トップコート、艶消しを全体に吹き付け、乾燥させて完成。色塗り終わった各パーツを組み上げていきます。一旦ガンダム NT1 を組み立てます。脚部、腕部と順に胴体にジョイントしていきます。シールドを左腕に取り付けました。バックパックを接続します。アンテナを取り付けます。頭部をジョイントして完成。NT1 はニュータイプのアムロ用に開発された4代目のガンダム。フロントビューからリアビュー。
次にヘッドギアを含むショバムアーマー装着形態にて仕上げました。腕部に装甲をジョイントします。胴体に前後からアーマーを取り付け、胴体に腕部を取り付けます。ショバムアーマーは破壊されることによって衝撃を吸収する装甲。BB 戦士オリジナルのヘッドギアも付属していました。ヘッドギアも頭部パーツを挟み込む形でセット。頭部を接続して完成です。塗装後がこちら。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー37ガンダム NT1 のリペイント水性アクリル塗料での色分け記録 Vlog でした。今回もご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。